以前開発したフロントモーターシャーシ。なかなか良い感じに仕上がったのだけど、ちょっと気になることが。それはプラズマダッシュで走らせたこちらのシーン。スロープで飛び出すと思ってたのだけど、なぜか最初のコーナーで吹っ飛んでしまった。ちょっとわかりにくいけど、イン側からめくれるように横転。つまりインリフトしている。ローラー4個なので安定性が低いとはいえ、簡単に吹っ飛びすぎな気が。ローラーが重心より低ければ、インリフトするのは当然なのだけど、このマシンのローラーは重心より上に配置されている。となると他の要因でインリフトしたことになる。ジャイロモーメント。高速回転する物体の回転軸を傾けると、別の方向に傾く現象。モーター内のローターはかなりの速さで高速回転しているので、コーナリング時にジャイロモーメントが発生するはず。それを確かめるための装置を作ってみた。マシンをセットするとこんな感じ。水平方向とロール方向にくるくる回るようになっている。スイッチを入れて水平方向に回せば、コーナリング時に発生するロール方向の力を見ることができる。実際にやってみよう。スイッチオン。それ。おお。右旋回時に右側が、左旋回時に左側が上がる。これがインリフトした原因の一つなのではなかろうか。もうちょっと詳しく検証したいので。3D プリンターで召喚。アッセンブル。これにバッテリーを搭載すれば。ジャイロ検証特化型フロントモーターシャーシ、完成だ。ギア比は 4.25 対1。ほとんど先ほどのフロントモーターシャーシと同じだけど、カウンターギア周辺が変更されていて、電池の向きとカウンターギアの有無で、モーターの晴天と逆転が選べるようになっている。理論上は回転を逆にすれば、ジャイロモーメントの向きも逆になる。まずはモーター晴天。つまりタイヤの回転と同じ向きで確認。スイッチオン。先ほどと同じく右旋回時に右側が、左旋回時に左側が上がる。つまりインリフトが発生している。次にカウンターギアを外して電池を逆向きにセット。スイッチオン。これは、旋回させてもロールが発生していない。どちらに回しても同じ。モーターの回転数を上げたらどうなるのだろう。というわけでプラズマダッシュに換装。スイッチオン。やはりほとんどロールしていない。これはタイヤによるジャイロモーメントと、モーターによる逆方向のジャイロモーメントが、たまたま同じ大きさになって打ち消し合っているのか？試しにモーターだけ回してみよう。スイッチオン。おお。今度は右旋回時に左側が、左旋回時に右側が上がるようになった。タイヤのジャイロモーメントを逆回転のモーターで搭載できる、というのは分かったのだけど、実際の走行で効果があるのだろうか。というわけでレーンチェンジなしコースを用意した。以前はスロープを置いていたけど、どう考えても吹っ飛ぶので今回はなし。比較のためにモーターラック回転で走らせてみる。電池とモーター、そしてローラーセッティングは、冒頭のフロントモーターシャーシと同じ。スイッチオン。ゴー。派手に吹っ飛んでしまった。スローで見ると、コーナーの出口でインリフトしてしまっている。以前よりは耐えたけど、ジャイロモーメントを搭載しきれていなかったみたい。作戦変更。正回転でノーマルモーターから徐々にスピードを上げて、吹っ飛ぶ速度になったら逆回転にして比較する作戦。そしてバッテリーを片方ダミーにしつつ、タイヤを一回り小さいものに交換。これでタイヤのジャイロモーメントが小さくなり、モーターの回転方向の影響が相対的に大きくなる。まずはノーマルモーター。スイッチオン。ゴー。これは問題なく走れている。次はトルクチューンモーター。スイッチオン。ゴー。これも問題なく、2周目で吹っ飛んでしまった。偶然かもしれないのでもう一度トルクチューンで。ゴー。2周目はドハワー。やはり速度が上がると吹っ飛んでしまう。ではトルクチューンの逆回転行ってみよう。
果たして2周以上耐えられるのか。スイッチオン。ゴー。どうだ？よし。2周目以降も安定して走れている。これはジャイロモーメントの恩恵と言って良いのでは？本編。ルール無用 JCJC 最大の難所、レーンチェンジ。主にローラーセッティングで飛び出すのを防ぐのだけど、速度を上げるとイン側が浮いてしまい吹っ飛んでしまう。ジャイロモーメントで抑え込めるので小さいコアレスモーターにウェイトを装着。それと小型のリポバッテリーを合体。スイッチも搭載したのでユニット単体で稼働可能。これをマシンに搭載してインリフトを防ぐ3段。先ほどのフロントモーターシャーシに搭載しても良いのだけど、ここはやはり専用マシンが欲しいところ。というわけで開発を開始する。ベースマシンは以前開発した軽量マシンの刹那。軽ければ相対的にジャイロモーメントの効果が大きくなる。具材の配置はこんな感じ。駆動用モーターはタイヤと逆に回転するように搭載。今回は二輪駆動で軽量化を優先する。空いたセンターのスペースにバッテリーを配置。先ほどのユニットはこの辺りに置いておこう。これに合わせてシャーシを調整し、ローラーステイをつければ、3D データ完成。ちなみにギア比は様子見で 3.25 対1にしてみた。3D プリンターで召喚。アッセンブル。これにユニットを装着すれば、刹那ジャイロモーメントアンチロール。通称、刹那ジャイアン、完成だ。マシン重量は 42.55g。ちなみにユニット単体での重量は 8.26g。まずは先ほどの装置で旋回時のロールを見てみよう。ユニット起動。この音かっこいいな。駆動スイッチオン。おお、めっちゃアウトリフトしている。なんか航空機とかドローンの動きみたい。反対に回すとこんな感じ。アウトリフトして吹っ飛ばないの？と思うかもしれないけど、下の段に急角度のゴムローラーを装備することで、アウトリフトしすぎると自動的に復帰する。シェイクダウン行ってみよう。ユニット起動。スイッチオン。あれ？ピントが合わない。なぜだ？あ。ローラーが外れて吹っ飛んでしまった。ローラーを直してリトライ。ユニット起動。スイッチオン。ピントよし。ゴー。どうだ？入った。よし。タイムは 2.11 秒。ふわ？なぜかキャッチャーの後ろにマシンが出現した。目で追えなかったし画角の外なのでどうなったか全くわからん。LC をスローで見ると、ロールは抑えられている感じがする。3回目までは良い感じだったけど、4回目でフロントがすっぽ抜けてコースアウト。比較のためにユニットを起動せず走らせてみよう。駆動スイッチオン。ゴー。LC をスローで見るとかなり前のめりになっている。フロントだけ駆動モーターのアンチロールが効いて、下段のゴムローラーが機能したからか？比較してみるとこんな感じ。ユニット起動していない方がロールが大きい。そしてコースアウトの衝撃でローラーの軸が折れてしまった。しかしもっと速いタイムを出したい。ので、修理。さらにギア比を 3.25 対1から 2.4 対1に高速化。ちなみにギアの変更や配線の最適化により、マシン重量は 41.90g。これでタイムが縮むはず。ユニット起動。スイッチオン。ゴー。どうだ？よし、ほえ？なんか取れた？そして急に遅くなった。ステイが外れてしまったようだ。そしてシャーシが削れている。補修してリトライ。ゴー。ちょっと遅いか？急に速くなった。よし。タイムは 2.06 秒。タイムは安定しているけど2秒切りは難しそう。スローで見ると、1回目は速度が遅かったので余裕。
2回目以降は、浮いている時間は長いものの、安定して通過できている。今回はジャイロモーメントについて検証。モーターの回転方向によって、ロールを増大させたり抑制できることが分かった。それを応用している C を攻略してみたのだけど、2秒を切る走りには至らなかったので、モーターはタイヤと逆回転でアンチロールしつつ、他のアプローチと組み合わせる的な方向性で進化させたい。ちなみに編集していて気がついたのだけど、以前開発したツインベンダーが、モーター逆回転でしかも2モーターという、アンチロールマシンになっていることに気がついた。LC でアウトリフトが激しかったのは、ジャイロモーメントの影響もあったのかもしれない。おまけ。本編ではカットしたけど、プラズマダッシュ晴天と 3.7V の組み合わせ。ゴー、パワー。近年稀に見る暴れっぷり。さらにおまけ。市販のミニ四駆はコーナリング時にどうなるか試してみる。片軸シャーシはこんな感じで、動画冒頭のフロントモーターシャーシと同じくインリフトしている。両軸シャーシも同じくインリフトするのだけど、モーターが縦に配置されているので、このようにピッチングの動きも発生している。右旋回時にはフロントが下がり、左旋回時にはフロントが上がっている。